今日はゼリの使い方を解説します。ゼリは通常攻撃が3分割されていて、セジュアニのパッシブを通常の3倍発動させることができるユニットになっています。それもあってゼリの方のダメージはあまり伸びないけど、セジュアニの方のダメージがかなり伸びたりします。セジュアニのパッシブはトゥルーダメージなので、タンクを素早く溶かすのに一役買ってくれるっていう結構面白い構成になってます。さてそれではいつも通りアイテムの方から解説していきましょう。まずはゼリのアイテムから。ゼリのベストアイテムはグインソー、ガドブレ、ジャイスレです。必須アイテムはグインソーです。他のおすすめアイテムはこんな感じ。グインソー以外のアイテムは適当でもいいんですが、 IE だけあまり勝率が良くないみたいです。ゼリのスキルはシブみたいな効果で、通常攻撃が当たったユニットの周囲3体にも同様のダメージを与える仕様になってます。要は自前でシブを持ってる関係で、ガードブレイカーをめちゃくちゃ発動させやすいんですよね。なので個人的にガードブレイカーがめちゃくちゃ一押しです。ただガードブレイカーは防具の要であるベルトを使ってしまうので、ここがちょっとネックかなと思ってます。ただ IE が統計的に悪いアイテムなのであれば、グローブの受け先も少ないですし、ベルトを使った防具よりは先にガードブレイカーを積んであげた方がいいのかなとか思ったり思わなかったり、まあこの辺りはその時のアイテム次第って感じですね。グインソーを2個持たせてもいいみたいなので、アイテムの引き次第ではグインソーガドブレみたいな構築も考えられます。次はセジュアニのアイテム。セジュアニのベストアイテムはワモブ、サンファイア、プロテクターです。他のおすすめアイテムはこんな感じ。セジュアニのパッシブはヘルスを上げることでダメージを増やすことができますし、当人がブルーザーでヘルスを伸ばすことができるので、できるだけはモブやサンファイアみたいなヘルスが上がるアイテムを積んであげたいところです。たださっきも言った通り、ガドブレにベルトを持っていかれてしまうのと、ハマりがちな涙を消化するためにプロテクターとサンファイアを積ませることが多いですね。そこにアーボットの知見くらいにしか使えないマントを消費するためのドラクロやガボストを積んで、こんな感じの3アイテムになることが多いです。この構成はベルトを多く消費できるので、回転寿司で特にいい武器が手に入れられなかった場合はベルトを拾いに行くのがいいと思います。アイテムの役割としてドラクロとリデンプションとプロテクターは同じような役割を持つので、これらのアイテムはどれか一つだけを持たせるようにした方がいいと思います。次はサブキャリーであるアーボットのアイテム。アーボットのベストアイテムは事件、巨人です。他のおすすめアイテムはこんな感じ。アーボットは基本的に攻撃と防御を両立させたアイテムと相性がいいです。事件や患者、巨人なんかがそうですね。ただあくまでサブキャリーなので、こいつにベストなアイテムを持たせられることはあんまりないと思います。オンアイテムのインフィニティフォースやデスディファイアンスとめちゃくちゃ相性が良かったりするから、そのあたりも覚えておくといいと思います。さて、アイテムの話はここまでにして、次は進行の話をしましょう。まずはレジェンドから。レジェンドは諸説あるんですが、多分 TF が安心だと思います。さっきも言いましたが、ベルトがたくさん必要なのと、グローブの使い道が少なすぎることを考えると、TF にしてる方が安定してプレイできるでしょう。ただ臨機応変に別構成と使っていくような使い方をするのであれば、マスター E がいいと思います。マスター E のパンプアップというオーグメントがゼリにとってとても相性のいいオーグメントなんですよね。ただアイテムが AP に寄ってしまった場合はゼリができなくなってしまいます。戦闘準備はまだいいですが、3個目のオーグメントである急げはほぼ死にオーグメントなので、それを考えるとウェブレの強さを求めるよりは TF で安定感を出した方がいいのかなと私は思っています。次はポータルの話をしましょう。ポータルは基本的にどんなポータルでも使いこなせますが、5コスのユニットが必要な構成ではないので、夢見の池やヨードルポードルは避けた方がいいかもしれません。さらに作成可能なエンブレムも必要ない構成なので、ヘラがもらえるバンドルカフェテリアや旧柱の広間なんかも避けた方がいいでしょう。虹のパンドラもかなり苦しい戦いを強いられるので、ジェイスの工房や大学も避けた方がいいと思います。こうして考えてみると結構選ばない方がいいポータルが多い構成ですね。ただいま挙げた以外のポータルとは比較的相性が良く、特にアイテムがたくさんもらえるポータルとは相性がいいです。アイテムが多くもらえるポータルではゼリのアイテムとセジュアニのアイテムに加えてアボットのアイテムまで作ることができるので、かなり強いボードを組むことができるでしょう。
次はステージ1ですね。ステージ1ではこれらのユニットを優先して買うようにしましょう。特にサミーラとイレリアは優先度高めです。あとはブルーザーも優先度高めなので覚えておくといいでしょう。次はステージ2。2ステのオーグメントはパンドラアイテムを取りましょう。これがないと始まりませんからね。ただしアイテムがブインソーとソードみたいなアイテムの場合はパンドラがなくてもなんとかなるので他のオーグメントを拾うのもありだと思います。ステージ2での理想ボードはこんな感じ。パッチ 13.15 ではサミーラが強いのでサミーラを優先してボードに配置するようにするといいでしょう。アイテム含め勝てそうなボードが作れなさそうな場合は回転寿司までレベルを上げずに進行するといいでしょう。回転寿司ではパンドラアイテムがあるとはいえ完成品が作れるアイテムを拾いに行くといいでしょう。ここでアイテムはいいから3ゴールドのコマでいいやとかやるとアイテムが全然求めているものにならずに苦しい思いをすることになります。とはいえ何かしらの2コスユニットが星2になる場合などはキャラピックするのも悪くないです。要は強いボードが作れるように回転寿司で立ち回る必要があるという感じです。これは別にステージ2だけじゃなく他の寿司でも同様なので覚えておいてください。ステージ2の5ではレベルを5に上げましょう。理想のボードはこんな感じ。ワーウィックの部分はチョガスとかレネクトンとか星2のタンクであれば何でも大丈夫です。ステージ2の6では確実に10ゴールド確保するようにしましょう。次はステージ3。3の1は連勝していてかつベンチに入れることでボードが強くなるユニットが控えている場合はレベルを6に上げてしまっても大丈夫です。3ステのオーグメントは基本的に TF のものは取らないようにしましょう。3ステからアイテムをパンドラでガチャするのは時間がもったいないので基本的には戦力がそのまま上がるオーグメントを取った方がいいです。オーグメントを取ったらレベルを6に上げてこんな感じのボードを作りましょう。レベル6では基本はタンクを増やしてあげてキャリーがダメージを出す時間を稼いであげるのがいいと思います。さらに3の2では20ゴールド確保するようにしましょう。20ゴールド切ってるとその後首が回らなくなります。ステージ3の3でも20ゴールド、3の5では40ゴールド、3の6で50ゴールド確保できるとリシとボードのバランスがうまくいっているんじゃないかと思います。ただリサンドラのリーチを売ってリシを取るなんてことはしなくていいです。星2になればめちゃくちゃ強いですからね。さてステージ4の1ではレベルを7に上げてください。レベルを7に上げたらある程度リロールしましょう。最大で所持金が10ゴールドになるまでリロールしていいです。そしてできるだけこのボードは作るようにしましょう。4コスを含めるとこんな感じのボードが理想的です。またリロールの際に J4 とシェンも買っておき重なるのであれば Y を J4 に変えたりシェンに変えたりしてもいいと思います。ステージ4の5以降はレベルを8に上げた時に入れられるユニットがいるならレベルを上げてしまっても構いません。ただレベルよりは重なりの方が大事なのでゼリが重なってなかったりセジュアニが重なってなかったりする場合はレベル7でのリロールも検討してください。目安はレベル8に上げた後40ゴールド以上残るならレベル上げ残らないならリロールといった感じです。ボードを強くしてからレベルを8に上げることで順位を1つか2つ上げることができるので覚えておきましょう。4コス以下で形成できるボードはこんな感じですがサイオンが引けた場合はシェンや J4 と入れ替えるかどうかを検討するといいと思います。シェンと J4 どちらも星2になっている場合はリサンドラを一度抜いてサイオンを採用する形も考えられます。 J4 の CC が強いので大体の場合星1のシェンが抜けることが多いですね。ステージ5の1ではできるだけレベルを8に上げられるようにしましょう。とはいえさっきも言った通り重なりの方が大事なので無理にレベルを上げて重ならずに負ける選択を取るよりはレベルを上げずにリロールして重なる方にかけた方が順位が上げやすいです。特にこの構成は5コスがなくても成立する構成なので一つ一つ階段を踏みしめていきましょう。そしてセナが引けたらジェスと交代。これでこの構成は完成です。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。